はい、皆さんおはようございます。本日は姫路市に出没しております。姫路のどこかと言いますと、姫路ポートセンターでございます。今からですね、姫路市の方から、離島の方、家島諸島の方に向かいたいと思います。どの船でもいいんですが、一番早く出る船にしたいと思っております。さあ、どんな船が待っておるのでしょうか。この姫路ポートセンターではですね、いろんな方向に、船舶が出ておりまして、まずは小豆島行きの小豆島フェリー、これはカーフェリーでございます。車両を積んでですね、小豆島の福田港まで、行くということなんですが、1日何便かピストン運行をしておるというようなことでございます。あとはね、高速船になります。こちらの方、坊勢島、小賀島、ね、こう行くのと、家島諸島に行く、ね、家島諸島でも何本かルートがあると思うんですがね、どちらの方が一番早いかというと、坊勢島9時発というのがございますね。じゃあ私はこの一番早い、今来たとこから一番早い坊勢島9時発、これに行きたいと思います。まずはね、もちろん行って帰るわけですから往復券、買いたいと思います。片道が1000円、往復が2000円、割引なしか、なんだそれはということでございますが、まあそういう制度なんだから仕方がないというわけでございます。往復券、2枚綴りの2000円の券を購入しました。さあ、それではですね、本日乗船いたします春かご坊勢島定期船のですね、春かごでございます。船首の方からですね、船体の方を見せていただきましょう。こんな感じでございますね。そこまで立体的ではございません。定員はですね、ここ船体に書いてます通り70名ということでですね、カーフェリーではありません。車両も積めませんし、乗客だけの乗船ということになります。下で乗ると下のですね、ローアーデッキの方で、乗船したいと思います。ずっと前の方に行きまして、席が空いておるところをですね、どっかりと座ってまいりましょう。お客さんも大体半分ぐらいしか入ってませんのでね、ゆったりと座らせていただきます。さあ、それでは出港時間ということでございまして、これも船体がだんだん沖の方に入ってます。まあ動いてますよ。出港いたしました。まずね、後ろにスーッと行くんですよ。そこから船体を回して、進行方向ずっと行くと、そういう大体、出港の仕方になるんですけどね。さあ、それではどんどん出発していきます。大体この今見えてるこの船が同型船というような感じでございますね。大体この形が坊勢島と姫路港をシャトル運行しておると。大体2つか3つぐらい同型船がありまして、それでピストン運行をしておるということでございます。大体ですね、1時間に2本ぐらいのね、出港がございますので、頻繁に移動することはできます。なかなかね、勢いに乗ってくるとね、早いんですよね。さてですね、ご覧ください。四国フェリーがね、就航してます。これね、今現在ですね、小豆島フェリーといって姫路福田間をピストン運行しておるカーフェリー、これがですね、四国フェリーがね、就航してました。あのフェリーはですね、2019年12月にですね、役目を終えたですね、
宇野高松間をピストン運行してた歴史のあるカーフェリーなんですよね。会社の名前はですね、小豆島フェリーっていう会社だから、当然小豆島フェリーと書かなきゃいけないところなんですが、その四国フェリーそのままですね、就航させておるというような感じでございました。非常にね、珍しいものを見せていただきました。さて、船はですね、坊勢島の方に向かってまっすぐ近づいております。なかなかね、勢いにあるスピードでですね、だいたい姫路坊勢島間を30分で結んでおります。ですね、一つ二つ島影を越えまして、それで坊勢島の方に向かうわけでございます。さて、そろそろですね、坊勢島の方に近づいてまいりました。防波堤の方を越えますと坊勢島の方の港でございます。ただいま越えましたね。波よけのところを越えますと坊勢島の港でございます。もうすぐ着岸というわけでございますが、だいたいね、着岸はね、まっすぐスーッと行って着くんです。また戻りはね、バックしてまた旋回するという形で、船というものはこう往復しておるという形でございます。ですね、この港を中心にですね、町が開けておる。海岸線べりにですね、家がこう立ち並んでおりまして、入り江があって、そこにこうまた漁船なんかも止まっておるという、まあ漁港ですね。しっかりとこの辺の海産物を取っておる。お、このクイーンボーゼって大きな船がありますよ。これはね、全然就航に使ってないんですが、なんか祭りの時とかたくさん人が行き来する時に、使うやつなんでしょうね。普段はこう停泊しておるだけと。さあ、それではね、着岸いたしますので降りてまいりましょう。今のがこれクイーンボーゼですね。大きな船がありまして、そこからこうついに坊勢島にやってまいりましたということでございます。大体この港町はね、なかなかいい感じなんですよね。賑やかで坊勢姫路ピストン運動ということでございます。今回やってきた目的はですね、まずね、こんな離島っていうのはね、大体ね、神社やお寺のね、巣窟なんです。たくさんあるんですわ。それをね、ちょっと巡りたいと思います。この坊勢島の方でもですね、いくつか有名な祠とかお宮さんとかお寺とかあるんですけど、海にまつわる神様ですね。こちらがやっぱりメインになるんですね。あんまり山の神さんを島で祀るということはありません。やっぱり海に関わる神様が祀られておるわけでございます。さあ、観光マップを見せていただきまして、どんな感じかなということでございますが、これがね、坊勢島、西島と坊勢本島、まず神言様でございますね。で、弁天さんが祀ってある島、それで坊勢島のね、恵比寿神社、これもね、恵比寿さんっていうのも海に関わる神さんでございます。そして徳永波切不動尊、お不動産でございますね。特に波切不動尊ということでございます。さて、まずはですね、神言伝説のお宮さん、海神社でございます。その昔ですね、父親の海の無事を願って身を投げた娘さんがいたというようなことから、この神社は祀られておりまして、海上交通の神様とかですね、漁の神様というふうに言われております。で、ずーっとこの小島を上がっていきますと、この小さな神社ですけどね、なかなかね、由緒正しきような感じでございます。この神社っていうのはね、基本的にご神体がないので、
どうしてもね、頼んないっていう感じになるんですが、このね、パワーを、やっぱりね、神社はパワーあるんですよ。で、後ろから見た風景ですね。これがね、離島にちょこっとこう、小島が出てて、で、そこ橋を渡って坂を登ったら、頂上に祠があると。なかなか清らかなね、いいパワーが出てるんですよ。これをね、なかなか画面から見るだけでもね、なかなかパワー授けてもらえると思うんですよ。これはね、他に類がない神社ですのでね、こちら固有のお宮さんでございますのでね、ここに来ないとパワーをですね、授けていただくということはできません。まあね、片手でカメラ持ちながらですのでね、なかなか綺麗なですね、作法で、参拝することはできませんが、まあ許してちょんまげということで、それではですね、礼を尽くしまして、海神社の方お参りしました。ありがとうございます。それではですね、この海神社のアーチ橋ですね、太鼓橋みたいなのを渡りまして、これをね、一望したいと思います。こんな感じでね、ずっと海岸線が開けてまして、海岸線に沿って街が開けておるという感じでございます。で、左手が先ほど降りました港ですね、着岸しているとこがございました。アーチのてっぺんでですね、しっかりと戻っていきたいと思います。さあ振り返りまして、こんな感じでね、小さな島の頂上に祠がありまして、なかなかね、風清められて綺麗でございます。さて次なる神社はですね、恵比寿神社でございます。恵比寿さんという神様ですね、淡島の方から西宮の方に流れ着いて、そこが総本社、西宮恵比寿、これが総本社でございますので、もちろん海にまつわる神様でございます。東京のね、恵比寿とはちょっと字が違いますが、まあそういう細かいことは一個なしでございます。さあどんどんこの階段の方を登ってまいりますと、お宮さんがあるわけですけども、ちょっと寄り道しましてね、ちょっと風景を見せていただきます。この海岸べりに家がずっと建ってまして、このスロープがね、なかなかすごいとこ上にまた家があるんですよね。登りまして、なかなかね、こじんまりしたいい神社なんですけど、いや、厳かな感じがしてまいります。もうこっからでもね、ただならぬパワーを感じることができますよ。狛犬がございましてね、あんまりごちゃごちゃしてないとこが私はいいと思います。さあこちらですね、拝殿でございますね。日本の神様でも七福神のね、一人ですのでね、その存像というのはある場合が多いんですが、こちらもやっぱりそんなものは何にもないというような感じですね。それでこの本堂の後ろに、拝殿の後ろにですね、この鎮座しておられますのでね、こちらには何にもないといえば何にもないんです。まあそういうふうにちょっと空間が置かれておるという感じでございます。なかなかね、いい感じですよね。恵比寿さんっていうのは七福神の中の神さんでございましてね、諸願成就、商売繁盛の神様でございます。
しっかり福を授かっていただきたいと思います。そしてこの境内内にありますのが、抹茶がございましてね、これがコンピラさんでございます。もちろんコンピラさんは海上交通の神様ということでございまして、海の安全、航行の安全を願って、記念するわけでございます。もちろん参らせていただきました。私もですね、香川県出身なだけに、コンピラ様とは何ぞかや神戸屋で縁があるわけでございますので、お参りしないわけにはいきません。よろしくどうぞお願い申し上げます。エベスさんはですね、日本古来の神様でございますが、コンピラ様はインド由来の神様でございます。日本とインドの合わさってる神社という。さて、最後はですね、浪切不動尊。最後はお寺でございます。お不動産っていうのもいろんなお不動産がございますんですが、浪切不動尊ということで、これも海に関わる仏さんということでございます。不動明王がね、そんなにね、浪切なんていうのがついたのは初めて私も知りました。結局海上交通もお願いするぞということで、波を切って進むなんていうね、海としては、船としては望ましい形を言っておるわけですね。波に揺られて進むでは困るわけです。波を切って進まねばなりません。そんなにね、古いようなところではございませんが、お不動産しっかりね、大蔵会曼荼羅と金剛会曼荼羅が横に座っておりますので、基本これは真言宗のお寺であろうと思いますけども、ご住所はいらっしゃらなかったので、仕方がないので一人で参らせていただくというような感じになりました。さあ、それではですね、もう帰るわけでございますけども、大体ね、これ時間にして、1時間半ぐらいかけて、3つ回ったわけですが、さあ帰りましょうかというわけでございます。さあ、棒手島ともお別れということでございます。さあ、出港しましたよ。まずはね、バックするわけですね。交代いたしまして、それで、港の中央まで来ましたら旋回するという形になります。で、船首をですね、進行方向に向けまして、それで出港ということになるわけですよ。今ね、ちょうど回ってるところですね。ずっとゆっくり回ってるわけですな。で、進行方向に船首が向きましたら、いざ出発、まっすぐ進行方向に向かって航行していこうというようなこと。この間、今見えてる間のところをね、ずっと出ていくわけでございます。灯台がありましてね、この間はね、ゆっくりと回るんですけども、方向が定まったらなかなかフロスロット全速前進ということでございまして、まっすぐとね進んでいきます。さあ、方向が決まりましたら、これから港の方、波よけのところを出ましたら、外海ということでございます。さあ、今出ました。さらば坊勢島ということでございましてね、今から姫路港に向けてまっすぐ向かっていこうということでございます。と思ったらですね、一回ですね、小川島にね、これ寄港する便だったんですね。寄港して今から出港またしますよというようなことでございますがね、ここらはね、たまにしか泊まらない町かなんか知りませんけど、あまり町という感じじゃありません。いきなりね、砂浜のところにね、ポッとこう港があるっていう感じですね。そんな大きな島じゃないんでしょうね。あんまりこの島のこと詳しく知りませんが、そんな感じでございます。さあ、それで途中をはしょりまして、姫路港の方にやってまいりました。
ああ、姫路に戻ってきたぞと、それだけでもちょっとひとしおでございます。着岸いたしましたので、今からドアが開きます。ドアが開きますと、我先に出ていこうとするのはみんなそんな感じでございますね。私は撮影がありますので、みんなが出てからじわじわという感じになりますが、さあ、姫路港に着きました。こんな感じの船でございますね。こんな感じ、同型船でございます。いつと同じような感じの船でございました。70名、定員でございます。結構ね、釣り人が多いんですよね。釣りの帰りの人が多いみたいですね。私は釣りもね、観光も何もしない。じゃあ、神社とお寺参っただけですが。さあ、それではですね、姫路港の方に車も止めてますので、車乗って、さあ、帰りましょうかと。お、新規バス。なかなかね、神戸でもね、新規バスあるんですよね。この新規バスのね、利用範囲大きい。チャンネル登録、よろしくお願い申し上げます。